MSN03 ヤクト動画。 MSN03 ヤクト動画は映画機動戦士ガンダム逆襲のシャアなどに登場したモビルスーツです。シャア・アズナブルことキャスバル・レムダイ君が率いる新生ネオジオン軍のニュータイプ専用試作型重モビルスーツであり、ギュネイガスとクエスパラヤが登場し、ネオジオンのエース機として活躍しました。また後年の機動戦士ガンダムユニコーンでは残存したクエス機が袖付き仕様に改修されて登場しました。今回はそんなヤクト動画について解説させていただきます。このヤクト動画はそこらのモビルスーツとは一味違うんだ。宇宙世紀 0090 代シャア・アズナブルによって再興された新生ネオジオンは地球連邦軍に対抗するべく独自の戦力を蓄えていました。そこではジオン残党の少ない戦力を補うためにニュータイプと強化人間がその中核に据えられており、またシャアが短期決戦を狙ったこともあって高性能な汎用機を量産するのではなくニュータイプ専用機の少数生産が行われることになりました。しかしネオジオンはニュータイプ専用大型モビルアーマーアルパージールに開発力の多くを割くことになってしまったので、主力量産モビルスーツ以上の高性能機を開発する余力はなく、主力量産機であるギラ動画をベースに新型モビルスーツを開発していくことにします。この時最初に開発されたとされているのがギラ動画サイコミュ試験型です。ギラ動画のムーバブルフレームを流用して新生ネオジオン軍が開発した初のニュータイプ専用機で、サザビーのビームショットガンの原型となる専用ビームライフルを装備し、用具にはサザビー同様の拡散ビーム砲が搭載されるなど、火力では後のヤクト動画にも勝っていますが運動性が低く、さらにサイコミの小型化にも失敗したため、これ以降の系列機の開発はアナハイムエレクトロニクス社に開発が委託されていきました。なおこの開発経緯は1988年に発売された144分の1ヤクト動画クエスパラヤ専用機で明らかになりましたが、この時期を描いた漫画機動戦士ガンダム MSVR ジョニー・ライデンの期間ではさらに新たな機体が登場しました。それがサザビー開発の基礎データの取得を目的としてシャア専用ディジェをフルカスタムした機体ディジェトラバーシアです。本機はシャア専用ディジェ由来のサイコフレームだけでなく、当時開発中のヤクト動画に採用されることになる熱核融合炉やファンネルを搭載し、ヤクト動画のスペアパーツが機器に用いられていました。このようにギラ動画サイコミュ試験型とディジェトラバーシアから得られたデータをもとに、アナハイムエレクトロニクス社の月面グラナダ工場で建造された試作機がヤクト動画となります。ヤクト動画はギラ動画のムーバブルフレームが流用されているものの、大型のジェネレーターを搭載しスラスターを増設しているので、ジェネレーター出力や送水力はギラ動画を大きく上回ります。また装甲材もチタン合金セラミック複合材からガンダリウム合金系のものにアップグレードされているので耐弾性が向上しました。ギラ動画は劇中ではニューガンダムの頭部バルカンだけで撃墜される場面も見られましたが、もしヤクト動画が同じように攻撃を受けていても頭部バルカンだけでは致命傷にならないのかもしれません。またギラ動画サイコミュ試験型とは腰部サイドアーマーにスラスターを搭載するという構造が共通しており、設計が引き継がれていることが伺えます。しかし同時にヤクト動画はギラ動画サイコミュ試験型と同様、サイコミュの搭載には問題がありました。そもそもサイコミュの搭載を考慮していなかったギラ動画の素体にサイコミュを組み込むためにはそのデバイス自体の小型化が必要でした。そのためギラ動画サイコミュ試験型と異なり、ヤクト動画のサイコミュ装置は小型化に成功したものの、サイコミュの機能が不十分なものとなってしまう問題が発生しました。そこで本機には小型化の過程で省略された機能を代替するため、高機能のコンピューターチップを金属粒子のレベルで構造材に組み込むという新技術サイコフレームが導入されることになります。これによってサイコミュの機能を代替強化することに成功し、さらにレスポンスや機体追従性が飛躍的に向上しました。またその結果コックピットにはサイコミュシステムに対応してヘッドレストを大型化した新型のリニアシートが採用されており、同時に各種電子機器のレイアウトも変更されました。こうして完成したヤクト動画は並行して2機が建造されました。その試作1号機は後にクエス機と呼ばれる機体となります。後頭部に角の装飾が配されており、モノアイスリットに縁取りが施されていました。赤と銀を基調としていますが、
もともと本機はシャアの上機となる予定だったので赤系の下地処理がなされていました。後にシャア専用機としてサザビーが開発されたので本機は予備機として搭乗者不在になりましたが、シャアを追ってクエスパラヤがネオジオンに加入し、地球連邦政府高官の娘ということを隠すため、クエスパラヤ改めクエスエアと名乗る彼女の専用機として運用されることになりました。劇中では訓練後にルナ2奇襲作戦に投入されますが、クエスがアルパージールに乗り換えたため破損もそのままに放置されることとなりました。なお小説「機動戦士ガンダム逆襲のシャアハイストリーマー」ではクエスはアルパージールに乗り換えることなく最後まで本機に登場しています。サイコミュが引っ張ってくれるから逃がしゃしないよ。また劇場版逆襲のシャアではそのまま行方知れずになった本機ですが、機動戦士ガンダムユニコーンにてネオジオン残党の袖付き仕様に修復されて再び登場しました。カラーリングが変更され、袖付き特有のエングレービング調の装飾が施されています。袖付きは経済状況が良くないことから破損した右腕等をギラ動画のパーツで代用しており、武装は指揮官用ギラ動画のビームマシンガンへと変更。さらにファンネルも左肩に2機のみと減少しています。なおバックパックもギラ動画のものに換装されていますが、こちらは運用性を考慮しての変更とされています。アニメ内ではパイロットの描写はありませんでしたが、外伝漫画機動戦士ガンダムユニコーン袖付きのキツキ超和シ歌うではフルフロンタル親衛隊のゼクスト・アーデ少尉が登場していたとされています。一方1号機をひな形として建造された試作2号機はデュネイ機と呼ばれています。金とグリーンを基調とした塗装と頭頂部に装備された大型のアンテナや独特の目のマーキングが特徴的です。ヤクト動画の兵装は汎用機の標準的な構成にサイコミュ兵器を加えたものとなっています。まず専用兵装として開発されたビームアサルトライフルです。デュネイ機が主兵装として使用している武装で、突撃銃としての機能を付与したビームライフルです。エネルギーパック式で単射と連射が選択可能です。従来のものより軽量で取り回しが良く、比較的小口径でありながら標準クラスの威力を持ちます。また重心上部には複合センサースコープ、レーザーセンサー、グレネードランチャーを備えています。次に大型のビームガトリングガン、別名メガガトリングガンです。こちらはクエス機が携行していた兵装で、4本の砲身を回転させて交互に射撃することでメガ粒子の圧縮チャンバーにかかる負荷を分散することにより、従来よりも高い威力での長い連射が可能です。ただしエネルギーの消費量が多く取り回しも悪いという欠点もあります。ファンネルはサザビーと同型のものを左右剣部のショルダーシールド、別名ファンネルポートシールドと呼ばれるスラッサー内蔵シールドにそれぞれ3機装備しています。本機のファンネルは回収しての再使用は想定されていませんが、使用後に再度両肩に献花されている様子も見られるので、使用時にファンネルが破壊されなければ帰還後にエネルギーをチャージして再利用すると思われます。ファンネル系兵装の歴史としては、エルメスのビットはジェネレーターを内蔵していたので威力が大きいビームを打ち出せるものの、サイズが大きくなってしまう欠点がありました。そのためキューベレイのファンネルなどはジェネレーターを内蔵せずエネルギーキャップを使用するという方式にすることで威力が減少する代わりに小型化を実現していました。しかしヤクト動画のファンネルはキューベレイ同様ジェネレーターを内蔵していないものの、エネルギーキャップが大型になったのでビット並みの威力を誇る性能になっていて、運動性や稼働時間が大幅に向上しています。またサイコフレームの採用により即応性や追従性も向上しています。要するに従来のファンネルよりも敵機への取り付きが早く、敵の回避行動に対してもきっちり取り付いて攻撃してくれるということだと思われます。そう考えるとその先を行くアムロがいかに強すぎるかがわかるのではないでしょうか。これがアムロの力。左前腕部にマウントされている複合兵装のシールドには4機のメガ粒子砲が内蔵されています。ハンマのシールドを原型にメガ粒子砲をコンパクトにしたものですが、出力はハンマのものより大幅に向上しています。なお144分の1ヤクト動画クエス機の説明書では、当初は3機のインコムを装備したものが開発されていたものの、ファンネルとインコムの同時使用が
サイコミュの関係上不可能だったのでインコムは除去されているという設定が存在します。しかしアルパージールは優先式サイコミュ兵器とファンネルを併用しているので、優先式の準サイコミュであるインコムがファンネルと併用できない理由はなさそうな気がしますが、深く考えてはいけないのかもしれません。またショルダーシールド裏面先端には片側3発ずつの小型ミサイルを装備しています。通常は下向きに装備されていますが、ショルダーシールドのジョイント部が回転するので水平発射も可能です。威力はあまり高くないようで近距離の牽制に用いられています。左腰のスラスターユニットには専用のヒートナイフ付きビームサーベルを装備しています。その名の通り、つばの部分に着脱式のヒートナイフが備わっています。こうしてヤクト動画は高い性能を誇る機体として完成しました。しかしそれでもシャアが求めた水準にも開発当初の目標性能にも達してはいなかったため、2機が試作された段階で開発は中止され、本機で得られた技術をもとにサイコフレームの搭載を前提としたサザビーの開発が行われていくことになります。一方で試作された2機はネオジオンにとって数少ないニュータイプ専用機として第2次ネオジオン構想で戦っていくことになります。まずギュネイ機はフィフスルナ降下作戦ではアムロのリガズイと交戦し、アムロの技量の前に苦戦を強いられます。しかし結果としてはサザビーと共にフィフスルナの核パルス推進機を守り抜くことに成功し、作戦に大きく貢献しています。ルナ2奇襲作戦ではクエス機に随伴し、ジェガン8機を瞬時に撃墜しています。またアクシズを狙った核ミサイルに対してファンネルを駆使して全弾狙撃するという活躍を見せました。その後アクシズ攻撃の第一陣として突入してきたケーラ数のカルリガズイを戦闘不能にしてケーラを捕獲。ギュネイはケーラを人質としてアムロにニューガンダムを放棄するよう要求し、それを飲んだアムロに武装放棄させることには成功したものの、敏感すぎるフィン・ファンネルを前にギュネイはマニュピレーターでケーラを殺害して撤退しました。最終決戦ではクエスのカル・アルパージールと共にニューガンダムに攻撃を仕掛けますが、バズーカとシールドをおとりにしたアムロの戦法に惑わされた隙にビームライフルの直撃を受けて撃破されてしまいました。一方ルナ2奇襲作戦に投入されたクエス機はモビルスーツ部隊の一翼を担い、ルナ2駐留艦隊とモビルスーツ部隊を攻撃しています。中でもクエスの父で連邦政府代表アデナウアー・パラヤの乗る連邦軍クラップ級巡洋艦のブリッジを破壊するという戦果を挙げたものの、クエスが実戦に不慣れだったこともあり、同艦の反撃によって右腕部を破壊されています。袖付き仕様の方はメディアによって仕様や作中での活躍が異なります。アニメ版機動戦士ガンダムユニコーンではメガラニカ周辺中域戦に登場し、スタークジェガンと交戦しています。また漫画版機動戦士ガンダムユニコーンバンデシネではファンネルの数が3機に増えていて、さらに左腕にシールドを装備しています。最終決戦ではネールアーガマへ特攻を仕掛けるもガランシェール隊のギラズールに阻止される様子が見られます。また機動戦士ガンダムナラティブの元となった小説機動戦士ガンダムユニコーン不死鳥狩りでは、小説版ガンダムユニコーン本編では登場しなかったネオジオングの春ユニットの運搬任務で生じた戦闘において、本機が臨時のコアユニットとなりネオジオングを起動させてユニコーンガンダム3号機フェネクスと交戦しましたが撃破されています。また本機にはいくつかの派生機が存在します。小説及び漫画機動戦士ガンダム逆襲のシャアベルトーチカチルドレンでは映画でのヤクト動画に相当する機体としてサイコ動画、別名サイコミラ動画が登場しました。映画版のギュネイに相当するグラーブガスの蒸気でヤクト動画と同じくアナハイムエレクトロニクスが開発しサイコフレームを採用した機体です。ベースとしているギラ動画とは一線を隠す性能を誇り、両肩に円筒型のファンネルを左右3機ずつ搭載するほか、背部に装備された3つのバインダーによって加速力や機体の追従性が大幅に向上しているので、攻撃的な高機動戦闘を行うことが可能な機体になっています。なおシャーズカウンターアタックモビルスーツバリエーションでは同名の別機体サイコ動画が登場していますが、こちらはアルパージールの前身となるニュータイプ専用モビルアーマーとなります。またスーパーロボット対戦シリーズやバトルロボット列伝ではゲームオリジナルモビルスーツとしてヤクト動画量産型が登場しています。敵部隊の配属機で
初登場時はギュネイ機の色違いでしたが、後にクエス機の色違いへと変更されました。他にも、漫画ダブルフェイクアンダーザガンダムでは、ギラ動画とヤクト動画の中間にあたる実験機バギ動画が登場しました。旧フラナガン機関の流れを組む研究所が開発したサイコミ能力を持つ10モビルスーツで、ゲーマルクや量産型キュベレイが多くのファンネルを搭載している割に戦果を上げられなかったことを反省し、ファンネル1機あたりの質が高められています。そのため、本機は遠隔操作可能なスプーンビット8機に加えて、半自立式で8の形をしたモビルビット、別名 B ビットを2機搭載しています。B ビットは対人相当用と敵艦中枢の破壊用になっていて、ある意味後年のバグに近い兵器と考えるのが良さそうです。最後にギーセン動画です。本機はスマホゲーム UC エンゲージのシャアームロモードに登場した機体です。見た目はヤクト動画に近い形状をしていますが、右肩がショルダーシールドではなく、ギラ動画のものに近いスパイク付きのシールドになっています。また、両サイドアーマーにむき出しのスラスターが取り付けられていたり、すねの動力パイプがむき出しになるなど、試作機を感じさせるデザインになっています。背面のバックパックを見てみると、ヤクト動画は上部のバーニアが1つのみですが、ギーセン動画は2つになっていたり、下部のバーニアが向きを調整できそうな形状になっていることから、逆にヤクト動画よりも運動性が高そうな印象を受けます。映画ではヤクト動画はフィフスルナの戦闘で中破し、そのまま放棄されましたが、本機は UC エンゲージのストーリーにおいて中破して放棄された後、アムロがこれを回収してギーセン動画のサイコフレームをニューガンダムに取り付けています。ニューガンダムのサイコフレームは映画ではアナハイムエレクトロニクス内でネオジオンに協力していたグラナダ支社から横流しされたものが取り付けられていましたが、ベルトーチカチルドレンでは回収したサイコ動画のものが取り付けられていました。そのため UC エンゲージは映画のようなアニメ調ですが、ストーリーはベルトーチカチルドレンを踏襲したものになっていることがわかります。余談ですが、ヤクト動画は騎士がモチーフとされているので、頭部は騎士の甲冑のフェイスガードを模したデザインになっています。また騎士ということから配色は金と銀でしたが、劇場版機動戦士ガンダム逆襲のシャアの制作当時の技術では再現できず、黄色と白になったということが書籍機動戦士ガンダム逆襲のシャア公式記録大全集で語られています。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。